プルトニウムのプルト君です。どうかよろしく。なぜこんなことをしたかって言いますとね、プルトニウムは皆さんにまるでお化けみたいに考えられているそうなんじゃないかなって思うからなんです。Die japanische Anti-Atom-Bewegung fängt in der Mitte 1950er Jahren an. Zum Beispiel in Tokaimura. Tokaimura ist hier. In Tsuruga und in Fukushima. Sie waren aber unter der schweren Situation. In dieser Zeit wurden die Informationen über die Atomanlagenprojekte hart kontrolliert. Atomgegner hatten wenig Informationen über die Projekte. Der Plan eines Atomanlages hat hinter Bevölkerungsrücken fortgeschritten und Bevölkerung musste den Widerstand nach dem Beginn der Bauarbeit anfangen. 入れんようにフェンスを張るみたいな。作業線から離れてください。作業妨害です。間接強制の対象となります。これ以上みんなの海を汚さないでください。妨害行為やめてください。お願いします。施工区域から退去してください。作業は禁止なので口をしてください。Früher waren Fischer und Bauern in der Nähe vom Standort sehr aktiv. Sie haben oft mit Schiff und Traktoren direkte Aktionen gemacht. Aber jetzt sie sind nicht so aktiv wie früher. Meistens die Leute, die nicht direkt im Standort wohnen, sondern in der Stadt daneben organisieren Bürgerinitiativen und eine wichtige Rolle spielen. Ich vermute, dass keine Partei große Hilfe sind. Mitglieder in den Pflegergruppen sind sehr alt jetzt, also wenige junge Leute. Und jede Bürgerinitiative hat Probleme mit Generationswechsel. In 1960er Jahren verstärkten die Widerstände in jedem Standort in Japan. Diese waren meistens die Proteste der Fischer und dem Grundbesitzers Bauern. Dabei haben die Regionalorganisationen der Kommunistische Partei und Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften den Widerständen geholfen. Zum Beispiel in Onagawa, in Miyagi und in Ikata
in Ehime. Ja, sie haben aber leider wenig Erfolg. 日本のマスコミではそういう語られ方をしてたんで、その漫画の雑誌とかでもアメリカの核兵器の数、ソ連の核兵器の数っていう比較があってで、いつ戦争が起こるかわからないんだっていうのが漫画雑誌や週刊誌やっていうので語られてたんで、それは子供心に怖いですよねおそらくヨーロッパでも同じだったと思うんですけども、80年代の前半ぐらいまでにはちょうど冷戦構造がアメリカとソ連とっていう冷戦構造があったので、その当時にまだ中学生だった私なんかは明日にも核戦争が起きるんじゃないかという恐怖感でその反核っていうのがまずあったんですよね。事故は日本でも随分報道されたんで、もちろん怖いなから始まるんですよね。で怖いなというところから始まって、じゃあ自分に何ができるだろうって、そもそも日本にも原発あるのかすら知らなかったんで、そういうことをこう調べるというか、調べてみたらその時点でも日本には36基の原発があって、でもう随分20年も前から稼働してるということを知って、うわ明日にも事故が起きたら、チェルノブイリのようなことが起きたらどうしようっていう、これまた怖かったっていうところから、原発がある現地にで抗議行動があればそこにこう顔を出すと、大学受験もすっ飛ばして日本でもその反原発運動っていうのが盛り上がったのは88年なんですよね。でそこにはそのチェルノブイリが起きてからの2年間のタイムラグがあります。でこのタイムラグはなぜなのかということもその後の自分の運動の方向性というものを決める大きな要素だったと思います。その88年2年後に運動がものすごく盛り上がった時というのは、その運動の中心をなしていったのは、都市部の主婦層で、もしくは行き場のないパンクスだったり、私のように大学に行かないでここでだとフラフラしてるようなやつだったんですね。でそれはもうもちろん原発があるところの現地の人たちが原発反対だというのをで都市部の人にも呼びかけてたんだけれども、それに都市の人たちが応えるっていうことはなかったんですよね。で日本というのは OECD 加盟諸国いわゆる先進国と呼ばれる国の中でも極めて一次産業の率が低い国なんですね。つまり田舎の人たちは漁業であれ農業であれそれだけで食っていけないから、危険な施設と分かっていても働く先がないのでやむなく受け入れるっていう、そういう構図が原発に限らず、例えば成田空港であるとか、米軍基地であるとかという形であるという現実を私は知らなかった。そこに来ると思うんですけども、あそこだって農民、すごく貧しい農民たちを、お金でさっさでベンベンベンとやるか、もしくはそれでも反対した人たちを無理やり警察の力を使って殴り倒して排除してっていうのでできてるんですよね。それはそれで食っていけないからです、農業とかで。で原発が来たところもそうだし、成田が空港が来たところもそうだけれども、そういう買収工作に遭えば親兄弟親類同士で裏切っただとか、そういう、もう親兄弟親戚でもう二度と顔を見たくないとかっていう風な悲惨な別れ方をしてるわけですよね。でそれをさせてしまってるのはその田舎が食べていけない状況を黙認してきた我々の運動の貧困さだったんだろうなというふうに思うんですね。
岩井島に帰れ。みんな病院にもすぐ走っていけるような早い船を作ってもらおうて上に乗せてもらおうて観光でみんなが岩井島に水軍祭りでも行きました皆さんが作ってくれた弁当すごい美味しかったあの弁当をもう一回作ってですね観光客に食べらせましょうよそういうことをやってみてください原発に来る観光客おるんかほってみんなの意見をよ考えて次の世代を考えたら皆さんも70、80、90になろうが言ったらみんな死にますよ皆さん、初詣でございました。岩井島の皆さん、帰ります。次はやります。300人できます。だからとなると出発点はその自分の身が危険だからなんだけれども本当にその例えば原発を止めようって思ったらその地元の人たち原発がある地域の人たちが食べていける状況を作らないと多分止めようがないんですよね。というのは実際に日本中のその原発が作られているところをこう行ってで地元の人たちと話し込んだ時に賛成してる人も苦しいし反対してる人たちも苦しい賛成してる人たちは他にどうやって食っていけるんだっていうし反対してる人たちも自分たちがずっと長年呼びかけているのに都市部のあんたたちは来なかったじゃないかっていう思いを抱いてるんですよね。でもちろん私たち事故が起きてしまえばその現地であろうが都市であろうがチェルノブイリの例を見るように被害の範囲っていうのは都市にまで及ぶから潜在的な事故の被害者なんだというふうに言うことはできるんだけれどもただ地元のもし本気で原発を止めようと思うんだったら地元の人たちが、そこで生きていける条件がないとを作り出さないと原発止めることできないだろうなと思うんですよ。70er Jahren wurden Verfahrens gegen AKWs zum ersten Mal eingeleitet. In dieser Zeit wurde das Netzwerk der Widerstände gegen Atomanlagen Landesebene gebildet. Nach der Katastrophe Tschernobyl hatte die Anti-Atom-Bewegung in Japan einen Highlight. In Tokio gab es eine große Demonstration mit 20.000 Leuten. Und in dieser Demonstration gab es viele Hausfrauen. 私たちは、いわき市に住む母親たちのグループです。それで、子供を毎日学校に通わせています。今20ミリシーベルト子ども1年間の許容量がなんか決められたみたいなんですがそれはなんか専門家の先生方もちょっと量が多すぎるということでいろんなふうに世間で言ってます。これから私たち環境は全然良くならない今日も汚染されてます。そういう中で子どもを育てていかなきゃいけないので末永くみんなで頑張るしかないんですがご協力をよろしくお願いいたします。母親は頑張ります。いわきの行政も頑張ってください。お願いします。Ja, und in 80er Jahren haben direkte Aktionen wie Demonstrationen, Kundgebung und Menschenketten und Blockade viele Leute mobilisiert und in den Massenmedien viel gemeldet. 島根の事故は本当に地元にとっては不安なんですよ。それに対して中国電力の社員の方が会社がどういう対応を取るかっていうのはずっとみんな見てるんですよ。
お願いします。教えてください。お願いします。教えてください。本当に教えてください。いや本当に取らせてください。いや本当に取らせてください。教えてください。自殺した方が出てるって知らないですか本当に。なんで岩下の人が知ってるのに中国電力の社員の方が知らないんですか。おかしいですよそれ情報伝達の。あなたたちの仕事はこのコースごとですよ。わかりますか。しっかり見とってください。あんたたちが壊すにはどんなとこか。ここに来てどう言われたんですか。ここに来て何をするというご指示ですか。ここまで具体的なことは聞いてません。冗談の上を守ってたのが悪いから。いやな、したね。なんで仕事しやめするのお前ら。作業を開始します。作業を開始しております。In diesem Sinne kann man sagen, dass sie Erfolg haben. Aber kann man auch so sagen, dass Anti-Atom-Bewegung in 80er Jahren wenige politische Erfolg, also politische Einfluss. Das heißt, Anti-Atom-Bewegung in dieser Zeit haben wenige konkrete Baustopp erreicht und keine große politische Kräfte gemacht. Wie in Deutschland gab es Grüne, aber in Japan solche politische Kräfte wurde nicht gemacht. Das ist Shimokita-Kanto, Shimokita-Halbinsel. Hier konzentriert sich viele Atomanlagen, zum Beispiel Zwischenlager und Wiederaufbereitungsanlage. Und das Lager ist vorbereitet. We are a member of South Riders Foundation and we against the creation of Rokkashomura, which is the nuclear plant which will reuse the garbage. So like this, we have this kind of booth on this kind of festival and we sell our product and we explain what we are doing, and we ask to sign up that against of that nuclear plant in Rokkashomura. So we went to a government place to present the sign up of the Japanese people who are against that plant, and also we ask a question to the politician of their estimates of the damage or how they plan the creation of the plant, and their answer is not enough. So we are still working, asking a question to obtain the certain answer, which if the plant is very safe or not, and we assume it's not safe. That's it. Nothing that would clear about the cloudy factors. Shady tactics, army of paid actors, hard dry like cactus. Black rain back in the day proved disastrous. We're putting our children at risk. Data with an asterisk, power to the activists.
we're putting our future at risk. Dating with an asterisk, power to the activists. Das heißt, dieses Gebiet ist etwas ähnlich Situation vom Gorleben, aber Unterschied ist, dass hier gibt es nur kleinen Widerstand. In 90er Jahren gibt es einen wichtigen Erfolg in Maki, das ist Maki in Niigata. In Maki hat man seit 70er Jahren einen Widerstand gegen den geplanten AKW und in 1996 wurde das gesetzlich verankertes Referendum.つまり劣化ウランから高純度プルトニウムを作り核兵器になる、こんな流れの中の一部に劣化ウランが現在使われています。タンポポ社、名前タンポポ社、日本の原子力行政に反対をしているグループ、それから劣化ウラン兵器を廃絶するために活躍をしているグループ、それから宗教者のグループ、それから日雇い労働者を支援する人たちのグループ、そういうグループがいくつも集まってきています。1999年9月30日に起きた日本の東海村 JCO 核燃料を製造する会社ですけれども、そこで発生した臨界事故、その10周年を記念して集まっています。日本の原子力行政そのものに対して変更を求める訴えです。最も大きなポイントは高速増殖炉モンジュ、ファーストブリーダーリアクター、その中止と、それから再処理の中止を求める要求をしています。もともと高速増殖炉は核兵器級プルトニウムを製造することができる施設で、ドイツでもカルカ増殖炉を中止している通り、世界中で推進をしている国はもはやありません。しかしながら日本だけが増殖炉を今後の原子力の基幹とするという、荒唐向けありえないような話で、政策を組み立てていますが、これを進めると日本の核武装さえも可能になってしまう、そういう政策です。ご存知の通り日本には非核三原則がありますが、これは政策であっていくらでも後日変更することができてしまいます。したがって私たちは核兵器を持つことができる技術そのものを放棄するべきだと。それは北朝鮮やあるいはイランなど世界が要求していることと同じことを私たちはこの日本にも少なくても核武装をしないのならばそうすべきであるという当たり前の要求をしています。その一つの象徴として高速炉燃料を製造中に臨界事故による中性子線被爆によって亡くなられた2人の労働者の方を追悼してここに今日集まっています。6杯そして7杯目と注いだ時に起こりました。しかもその燃料は、高速義務べき7杯目の時に臨界の事故は起こりました。JCO 臨界事故に終わってこう。地震国日本に原
Japan wenige Interesse für die Anti-Atom-Bewegung haben. Sie haben mehr Interesse für die ökonomischen Sachen, zum Beispiel für den Arbeitsplatz, den gekürzten Arbeitslohn und Warenpreis und so weiter. Das ist egal mit den Leuten in Standorten. Sie müssen mehr Arbeitsplätze und ökonomische Hilfe. Dafür ist Atomanlage ja, Kreuzeberg. 酒を飲む会か。酒臭いぞ。アルコール検査しようか。アルコール検査するぞ。臭いのがおるぞ。酒飲みの会か。アル中が集まっとるんか。昼間から飲むね。今頃流行ってるんじゃないかな。In Japan kommt ein Drittel der Elektrizität aus AKWs. Also haben die Leute die Sorge, ob es ohne AKWs geht. Und sie können nicht vollständig gegen AKWs sein. 夜中にその混乱しないで、朝早く運転手のみんなで混乱会するとか、あるいはどうしても夜人が来ては、ろうそくでやると考えましょう。それで原発のやらない社会を作りましょう。Eine mögliche Strategie für Anti-Atom-Bewegung in Japan, die Möglichkeit der alternativen Energien zu appellieren. Es ist wichtig für die Anti-Atom-Bewegung, also einen konkreten Plan der Nutzung der alternativen Energien zu zeigen. 先週ですね、足立区にあります東京武道館というところに、主に350人ほど福島県から被災している人が避難しておりまして、そこに炊き出しに行きました。もしそれをやったならば、とてもじゃないけれども原子力というのは、儲からないんだということで、電力会社も原子力から原発から絶対せざるを得なくなると思いますので、そういった形で人の暮らしを守りつつで、守ってならば原発などというものは全く、採算が合わないんだということを電力会社もやむを得ない形で、受け入れるようなところまで持っていければというふうに思います。今後もうこれ1万人近いんじゃないですか、そろそろ。感動しました。若い人多いんで。いやね、いや僕もびっくりですよ、こんな。なんででしょう、こんなに。いや、もう今回はもうほとんどインターネットで広がって、ツイッターとかで広がってるんで、もうこっちにも全然想像ができなくて、もう蓋を開けてびっくりというか、トントントン。なんか始まりますか。いや、怒るでしょ。これで怒んなかったら日本終わりだと思いますよ。